マッスルウォッチングの高井です。産後太りから適正な体重まで、もしくはすごい体重がオーバーしていた人が標準体重まで戻すために、ほとんどの人 99% 以上の人が炊き痩せ28分をして痩せています。そういったメッセージがたくさんインスタグラムの方に届いています。ですので今日は炊き痩せ28分を完全攻略していただくために、ウォーミングアップ、筋トレ、有酸素運動、ストレッチ、クールダウンまで最初の30秒で細かい解説をして、次の30秒で実践していくと、このくだりで全部行っていきます。最初に大事なことをお伝えしておきます。必ずこのトレーニングの順番に行ってください。自分で組み替えたりしないように、最も脂肪が落ちやすい効率的なやり方で順番を構成しています。またトレーニング成果を早く出したいがために、きつい運動をいきなり行ってしまって疲労が溜まって、それで怪我をしてしまうということがよくあります。怪我をしてしまうと治るまでに時間がかかって、すごく減量の妨げとなってしまいます。ですので怪我をしないために、最初に軽く動かす動きをウォーミングアップで入れています。肩甲骨、股関節周りを特によくほぐしていくんですが、無理のない範囲で行っていくというのはものすごく大事なことです。トレーニングに慣れてきて、体が慣れてくると、もっと深くまで腰を下ろして膝を曲げてといったことが可能になってきます。しかし体調が悪い時もありますし、トレーニングに最初に取り掛かりだした時期っていうのは、体の筋肉が固まっていて、あまり関節が動かないということもあります。今回のトレーニングの順序通りに行っていただければ、多少膝が曲がっていない、腰が落ちていない、そういったことは気にする必要はありません。膝を曲げなかったから効果がないんじゃないかと疑問に思う人も多いんですが、そんなことはないです。2日目、3日目、4日目とどんどん時間の経過とともに動画と同じようなフォームになっていきます。3、2、1、GO！はい、最初はサイドステップしながら手をこういう風に体に巻きつけていきます。ゆっくりゆっくりウォーミングアップですね。最初から激しく動きすぎると体を痛めてしまいますので、ゆっくりゆっくりといきます。自分の腰幅ぐらいです。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。はい、あと30秒いきます。最初に説明30秒、そしてその次のセットが実践の30秒になっています。肩幅に足を開いてもらって、スクワットを軽く行います。で、最後伸び上がるような感じ。横から見るとスクワット本当に軽くだけ股関節から曲げていきます。で、手を後ろに引いて肩甲骨寄せます。最初からスクワットをフルでやってしまうと膝を痛めてしまったりしまいますので、こういう形でゆっくりゆっくり。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。手を上に上げて肩甲骨ぐっと寄せてきます。そして今度手を前に出すときに肩甲骨広げます。でまた寄せて戻る。肩甲骨ぐっと寄せてきて
肩甲骨逆に広げて、また寄せて戻ります。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。今回のトレーニングの中では肩甲骨と股関節周りを使う動きが非常に多く出てきます。肩甲骨と股関節周りには多くの筋肉が付着しています。多くの筋肉を一緒に動かすことができればものすごく効果的なわけですね。ですから肩甲骨と股関節をメインにトレーニングを組み立てています。手の甲同士をくっつけるように上に上げて、また下げていきます。肩のウォーミングアップです。ゆっくり動かして体全体を温めていきます。呼吸はいつも自分のリズムで構いませんので、吸って吐いてを止めないように。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。膝をタッチしていきます。クロスさせるようにタッチします。ニートゥーエルボーというのがあるんですけれども、それの簡単なバージョンです。これもよく有酸素運動として使われるウォーミングアップ版のものになっています。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。手を腰に当てて、右足、左足と交互に横に開いていきます。これをもうちょっと高く上げていくとお尻の筋肉を鍛えることができるんですけど、これはその準備運動みたいな感じです。準備運動やウォーミングアップというのはメインの種目の半分ぐらい上げるとか、そういう感じにしてください。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。足を交互に後ろに引いてアキレス腱を軽く伸ばしていきます。あんまり後ろに足が行き過ぎないように軽くできるアキレス腱伸ばしです。徐々にこれで体温を上げていってメインのトレーニングに移っていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。
引き寄せていきます。無理ない範囲で膝を胸の方に引き寄せていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。足を広めに広げてもらって手を横にして少し膝を曲げていきます。左に膝曲げて戻って右に膝を曲げます。膝はつま先と同じ方向を向くようにしてください。サイドスクワットのウォーミングアップバージョンです。しっかり胸張っていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。フレーフレー自分、フレフレ自分、フレフレ自分、わーおー。手を大きく前、後ろ、前、後ろに回していきます。しっかり自分のリズムで呼吸しながら行います。肩や肩甲骨、しっかりほぐしていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。さあ、ちょっとクーラーの設定を変えて涼しくしてから次は筋トレを本格的に行っていきます。足を腰幅に開いてもらって股関節から曲げていきます。股関節が曲がり終わったら膝を曲げて、でこの時に地面から足の裏が浮かないようにします。そして膝が内側に入らないようにしっかりと膝とつま先同じ方向で、しかもつま先より前に膝が出ないようにここまで来たら上がっていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。次は足を広く広げてもらってつま先斜め45度にします。でまた股関節から曲げていって、今度も膝がつま先と同じ方向を向くようにします。内側に入らないようにできるだけ外側に広げていきます。そして下まで来たらしっかりこれもつま先と足の裏が地面から離れないようにして地面を押して帰ってきます。呼吸は自分のリズムで行いましょう。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。
頑張れ頑張れ自分、頑張れ頑張れ自分。次は右足前左足後ろにしていきます。そして膝を曲げていって地面につかないところまでいったら上がってきます。これも膝とつま先の方向が同じ方向を向くように、そして膝がつま先より前に出ないようにしっかり落として上がってくる。呼吸を自分のリズムで続けます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。逆で今度は左足前、右足後ろです。しっかり沈み込んだら上がってきます。上体をまっすぐ立てておきましょう。ふらつかないように腹筋にも力を入れておきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。自分のリズムで呼吸を忘れずに。足を広げてサイドスクワットです。しっかりと股関節から曲げていって、手はこのボルトのポーズで、今度逆もしっかり股関節を曲げるということを意識してください。膝じゃなくて股関節から曲げていきます。お尻が後ろに突き出す感じです。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。手をねじって組んで上に上げます。そして右足を斜め後ろに引いて膝を落として帰ってきます。ぐーっとここまで下ろして、膝がギリギリ地面につかないところで足の裏に力を入れて帰ってくる。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。逆もいきます。手上げて後ろに足引いて地面を押して帰ってきます。よいしょ。地面をグッと押します。内ももにも効いてきます。お尻、内ももに効きます。呼吸を止めずに自分のリズムで呼吸します。
さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。さあ、みんながサボってる時に自分だけ頑張って痩せるんだ。股関節から上体を倒していって、太ももの裏が伸びてる状態。ここで手を後ろにぐっとねじります。戻ってきて肘90度、ぐっと後ろにねじって、太ももの裏がかなり伸ばされています。そして二の腕、力こぶの引き締めにも役立ちます。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。手のひらを合わせて、でお互い押し合っていきます。押し合いながら胸の筋肉に効かせていきます。ぐーっと押し合います。手のひらで押し合って左右に押し切っていきます。胸の真ん中あたりかなり谷間ができていると思いますが、胸の筋肉をこれで鍛えていきます。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。次から動きの多い種目、有酸素運動に移っていきます。今までウォーミングアップして筋トレして脂肪が今分解された状態です。分解された脂肪を今度燃焼しないといけませんが、燃焼するときは有酸素運動を行います。必ずウォーミングアップ、筋トレ、そして有酸素運動、この順番で行ってください。これが最も脂肪の燃焼効率が高いです。手を上に上げて足を真横に高く上げながら肩甲骨を寄せていきます。肩甲骨と股関節を同時に動かすことによってかなり体がポカポカしてくると思います。お尻の筋肉、背中の筋肉も鍛えながら心拍数を上げていきます。呼吸を忘れずに自分のタイミングで行います。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。手を耳の横、そして肘と膝をクロスして合わせていきます。腹筋も使いながらの有酸素運動です。なるべく足を高く上げて腹筋を意識して行います。しっかり呼吸しながら行いましょう。よいしょ。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。
あと30分で終わるぞ。腰に手を当てて一歩ずつ前に踏み出していきます。膝が地面スレスレぐらいまで下がるように、上半身はしっかりと立てて行います。地面を押して帰ってきます。膝とつま先の方向は同じです。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。次、後ろに下がりながら腕を曲げて、で帰ってきたら腕を逆側。腕を曲げ、腕を絞る。腕を曲げ、腕を絞る。リズミカルに行います。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。手を万歳して左足を一歩踏み込んで帰ってくる。この右足踏み込んで地面を押して帰ってきます。上半身しっかり立てた状態で、つま先と膝の方向同じになるように股関節から曲げてお尻を後ろに突き出して行います。呼吸をしっかり行いましょう。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。一般的に言われていることで、有酸素運動は20分以上行わないと効果がないみたいな記事を目にしたことあると思いますが、あれは何もしていない状態から脂肪を分解して燃焼するまでの時間のことを目安として話しています。ですから今回行っているようにウォーミングアップ、筋トレをした後有酸素を行っていけば、もう筋トレをした時にすでに脂肪が分解した状態にあるわけです。脂肪が分解されていたら、あとすぐ燃焼していく作業に入っていけるわけです。ですから筋トレの後有酸素を行うことで、一般的に言われている有酸素運動20分以上やらないと意味ないということはないです。しっかりと脂肪が燃焼してくれます。肘を90度にして体につけた状態で手を後ろに行いながら足を上げていきます。肩甲骨をぐっと寄せる感じで、太ももはなるべく高く上げていきます。これも股関節と肩甲骨を動かしていくことでかなり燃えます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。
さあ楽しんでいこう。足を腰幅に開いてパンチを連打です。前にワンツーを連打していきます。しっかりと肩甲骨から、そして二の腕連動させて動かしていきます。さあフォーム解説はここまで。ここから本番。次はサイドキック。左右交互に蹴っていきます。横蹴り横蹴り、リズミカルに行います。さあフォーム解説はここまで。ここから本番。さあラストスパート。足肩幅に開いてつま先をタッチして万歳。つま先タッチ万歳。つま先タッチ万歳。つま先タッチ万歳。膝がつま先より前に出ないように、体が丸まりすぎないように。最後は背中を反らします。タッチ万歳。さあフォーム解説はここまで。ここから本番。有酸素運動はここまでです。しっかり脂肪を燃焼して汗をだらだらかいたと思います。この後はストレッチを行っていきます。ストレッチ中も脂肪がどんどん燃えていきます。今もう脂肪が燃えるサイクルに入ってますんで、これからはゆっくりした動きでもしっかり脂肪も燃えてくれます。なのでウォーミングアップ、筋トレ、有酸素運動、ストレッチ、この順番をしっかり守って効率よく痩せていきます。足腰幅に開いてもらって、膝を曲げずに地面まで、なるべく地面まで来たら、今度お尻を横にこうやって振っていきます。お尻を横に振ってあげると筋肉が程よくほぐされていきます。呼吸は自分のリズムで行ってください。リラックスして。さあフォーム解説はここまで。ここから本番。今度は右足をクロスさせて右足前の方に来てます。
この状態から前屈していきます。でしっかりと太ももの裏、ふくらはぎが伸びていることを感じてじっくりと伸ばしていきます。リラックスして呼吸を続けましょう。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。今度左足をクロスして前に持ってきて、でしっかり地面を捉えて太もも、ふくらはぎ伸ばしていきます。もちろん柔らかい人はもっとベターと言ってもらっても構いません。ただ膝が曲がらないようにしてください。膝を伸ばした状態でもも裏をしっかり伸ばします。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。筋肉伸びてるかな。しっかり筋肉を伸ばして、足をできるだけ広げていきます。限界まで来たら前に倒れてもらって、ここから体を左右に揺すっていきます。これで内もも、股関節をしっかりとほぐしていきましょう。なるべく膝が曲がらないように。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。肘を90度曲げて後ろで組みます。そして首を左右に倒していきます。しっかり胸を張って肩甲骨寄せた状態から首を左右に倒して首の筋肉のストレッチです。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。ストレッチと聞くと筋肉を伸ばす、何かリラクゼーションのような意味合いを感じる人多いと思うんですが、実際筋トレする時だって筋肉伸ばしますよね。伸ばした状態から縮めていくのが筋トレですね。でストレッチの場合も筋肉が伸びたり縮んだりします。ですから我々が筋トレと呼んでいるものとストレッチと呼んでいるものと、筋肉が伸ばされたり縮んだりするっていうことは同じなんですね。おそらく体が硬い人が開脚のストレッチをすると筋トレよりもきつく感じると思いますが、それは筋肉が伸ばされているからです。筋肉が強く伸ばされるときついと感じます。
筋トレだから有酸素だからストレッチだからっていう風な考え方じゃなくって、どの運動をしてる時でも筋肉は伸びたり縮んだりしています。その中で筋トレの時はもちろん筋力アップという効果が一番高いんですが、筋トレをしていてもその持久力ついたり柔軟性がついたりします。それは筋肉を曲げ伸ばししてるからですね。有酸素運動だって同じです。バスケットをしていても筋力もつきます。っていうのは筋力を使う動きもしているからです。有酸素運動を 100% やってるわけではありません。ストレッチに関しても同様です。ですからストレッチをやって筋肉痛になるのは普通のことです。また筋トレ、有酸素運動、ストレッチと3つともバランスよく行うことによっていろんな筋肉を使っていくことができます。いろんな筋肉が使えれば消費カロリーも増えていきます。基礎代謝が上がって痩せやすい体になるということです。何か一つだけしか行わないと、筋トレしか行わない、有酸素だけしか行わない、ストレッチしか行わないということになると、やはり使う筋肉、それから負荷の偏りが出てきてしまいます。偏らないようにバランスよく行えば最も効果的です。はい、肘を持ってぐっと体を後ろにねじっていきます。肩のストレッチです。ゆっくり呼吸しながら肩の筋肉をほぐしていきます。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。逆側いきます。肘を持って後ろにぐっと回していきます。しっかり呼吸してリラックスしながらストレッチを行います。ストレッチはリラックス中心で行ってください。強引に伸ばそうとしたりしなくていいです。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。あと10分で終わるぞ。最後までやりきれ。手を前で組みます。そして肩甲骨をぐっと広げて背中のストレッチです。ゆっくり呼吸を続けます。さあ、ホーム解説はここまで。ここから本番。腰に手を当てて片方の手上に上げて体の横をぐっと伸ばしていきます。ゆっくり呼吸していきます。体側をしっかりと伸ばして
さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。逆いきます。腰に手当てて、手上に上げて倒して、しっかりと脇からお腹の横まで体側を伸ばしていきます。リラックスして呼吸を続けます。強引に伸ばさなくてもいいです。リラックス第一にしてください。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。最後にクールダウンを行っていきます。今筋肉しっかり伸ばしていきましたけど、伸びきった状態よりか少し動かしてまた筋肉の緊張を取ってあげましょう。最後にクールダウンで締めます。はい、前屈して地面タッチしたら腰に手当てて体を反らします。ゆっくりと呼吸しながら続けていきます。少し筋肉を動かしてあげて、リラックスしていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。ゆっくりリラックスして、足を広げて手を広げて体を大きく回して、今度逆回し。リラックスして呼吸しながら体全体をほぐしていきます。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。はい、手足ブラブラリラックスして手足をブラブラするだけです。しっかりとブラブラしてあげましょう。めちゃくちゃ力入れてブラブラする必要はないんですが、程よく手首も動かすし足首も動かすし、リラックスして。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。
最後深呼吸します。膝軽く曲げて手を上まで引き上げてゆっくりと下ろしていきます。はい、吸って吐いて吸って。さあ、フォーム解説はここまで。ここから本番。最後までちゃんと運動できましたね。Time completed! Congratulations! はい、皆さんお疲れ様でした。多分皆さんも僕と同じようにシャツに色がつくぐらい汗が出てると思うんですが、それほどきつくない動きも多かったと思います。しかし今回やったような順番でやってもらうとかなり汗が出てきて、筋肉もたくさん使ってますし、体もポカポカしてきますし、最後にクールダウンをね行うことによってこの後の日常生活に戻りやすくなっていきます。ウォーミングアップとクールダウンというのは、今まで例えば仕事してたり寝てたりした中からいきなりこう運動するわけですよね。いきなり運動をするときにすごくきつい筋トレとか有酸素運動を最初に入れてしまうと、やはり怪我のリスクが上がってしまったり、逆にそのストレッチとかクールダウンとかを含まずにいきなりきつい動きから、何もほぐしたりしないまま日常生活に戻ってしまうと、日常生活に支障が出るというか、こう気持ちよくねリラックスして戻ることができないので、こういったこの続けやすい仕組みですね、日常生活の中に組み込みやすいような、今回行った一連のウォーミングアップからクールダウンまでの仕組みを入れていただくと、毎日やりたいなという風になってくると思います。もちろん筋力をつけるだけだったら筋トレだけをした方が、脂肪を燃やすためだったら有酸素運動だけした方が、体を柔らかくするためにはストレッチだけした方がいいんじゃないかという声も聞こえてきますが、確かにそれは一理あるんですが、減量ということ、標準的な体重に戻ったりシェイプされた体になるということを考えていくと、どれも行った方が効果的です。また日常さまざまな、例えばパソコンとかスマホとかしてる中でね、肩が凝って巻き肩になって猫背になって、ストレートネックにこうなったりして、などさまざまなこう痛み、腰痛だったりね、膝が痛い、肘が痛い、いろいろあると思うんですが、それらの、筋肉のコンディションというのも今回の一連の動きを行っていくことで十分に整えることができます。今回は滝痩せトレーニングのパーフェクトガイドになればいいと思ってかなり丁寧に説明をしています。まだ説明が足りないと、聞きたいことがあるという人はぜひ動画のコメント欄の方にお願いします。なんかプライベートで聞きたいなっていう人は、動画の説明欄の方にインスタグラムのアカウントが、貼っていますので、そこから DM を送ってきてください。またチャンネルメンバーシップ限定として今回は説明とトレーニングとどっちも合わせて公開してるんですが、もう説明いらんという人も結構多いと思いますんで、トレーニングした部分だけが連続でできるような動画も入れておきます。なのでチャンネルメンバーシップにぜひ入ってそちらの動画もやってみてください。マスロッチングの視聴者は現段階では 85% が海外の人で 15% が日本の人、そして 85% が女性、15% が男性という比率になっています。ですので今回は日本語で話していますが、英語で話すこともありますし、字幕はどちらの場合でも CC というボタンを押せば、字幕を表示させることができます。なのでどの国の人が見ても分かるようにということを心がけています。なんか英語で喋ってこう日本人を無視してるんじゃないかみたいなコメントもたまにあるんですが、そういうわけではなくて、日本人は
世界の人口の中で78億人の中で1億人しか喋ることができない言語なんですが、77億人の残りの人っていうのは結構英語はわかるんですよね。ですから77億人の方に関しては英語の方で、トレーニングしてもらうと。で1億人の日本人の方は日本語で話している動画もあれば英語で話しているやつでも、きちんとCC っていうの字幕を入れれば日本語が出てくるようになっていますので、そちらの方で全世界の人に健康を届けたいと思っています。そのあたりは特に日本の方はご理解いただけると助かります。最近よく言われている SDGs、サステイナブルデベロップメントゴールズですね。これっていうのは誰一人取り残さないということをモットーとして、17個の様々な取り組みが挙げられているわけです。なのでマッスルウォッチングもそういった風に誰一人取り残さないという形で、継続できるようなフィットネスの健康のチャンネルにしていきたいと思っております。いろんなチャレンジをマッスルウォッチングの中でやって、いろんな形式を変えながらやってるんで、見てる人にとっては前の方が良かったとかそういった意見もあるかもしれないんですけれども、どんどん進化してね、チャレンジしてたくさんの人に価値を提供できるようにやっていますので、ぜひ応援よろしくお願いします。あまり誹謗中傷は書き込まないでください。本もたくさん出していて、日本語だと4冊、こっち中国語だと2冊出てます。なのでこの本を読みながら詳しい詳細な部分のフォームだったりとかきちんと理解しながら動画にも取り組んでもらうと非常に効果的だと、これも視聴者の方からの声としてありますので、皆さんもぜひ動画もやるんだけど、本もたまには読んで知識もつけた上で取り組んでみてください。このマッスルウォッチングというやつが一番新しい本かな。その次が去年出たのは寝たままぽっちゃりぽっちゃりじゃない、ぽっちゃり下半身が倍速で引き締まるトレーニングですね。むくみ取り筋トレ、そして一番最初に出したのがこちらの美人は綺麗な筋肉でできている。これが一番ね人気はあるんですけど、新しいのから、一番最初のやつから全部合わせてみてください。それではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。